今回の動画では AVI-Util2 を使ってみたいと思います。ひとまず、入力の L スマッシュと出力の X264 を確保しました。これで、頑張れば動画編集できる状態にはなりました。あとは、立ち絵と字幕をいい感じに自動化したいところ。まずは、Util2 内装のルアだけでなんとかできそうな立ち絵を作ってみましょう。立ち絵へ。Util2 の変更で非常に大きな点。それは、文字コードが ShiftJIS から UTF-8 に変化したことです。色付きでログが見れるようになったのも、デバッグしやすくて素晴らしい。他にも色々嬉しい変化はありますが、スクリプト移行にはあまり関係ないですね。早速、立ち絵用のアニメ2ファイルを作ってみました。文字コードと拡張子を変えるだけで、今までのスクリプトも動かせそうです。変えなくても動いてはくれるけど。嬉しいことに、Util2 からはトラックバーの個数を自由に変えられるようです。そのため、今までのように分割してパラメータを設定する必要はもうありません。処理自体は、今まで通り便利な仮想バッファを使って画像を重ねるだけ。使いやすくなってお姉ちゃんも嬉しそうですね。嬉しいでー。立ち絵などに関して大きな変化が一つあります。同梱されたルアテキストによると、キャッシュバッファが描画ごとにクリアされるようになりました。そのため、パラメータが同じだからといって、前の描画を使い回せなくなりました。悲しみ。よく使うパラメータセットだけ事前に作るぐらいしか、いい案が思い浮かばないですね。ついでにもう一つ、キャッシュに関する話です。Util1 では、PSD ツールキットのキャッシュテキストを使っていました。以前のテキストは非常に重く、巨大化するとまともに動かせなくなってました。その解決策として、テキストを画像にして使い回すってのがあったんですね。Util2 では、テキストを大きくしてもそこまで重くなりません。内部でキャッシュしているのかは不明ですが、何かしらの最適化は入ってそう。字幕？ひとまず、立ち絵はこれでなんとかなりました。あとは字幕を作るだけ。まずはこれまでやってきた Util1 での字幕作りの流れを説明します。最初にボイスロイドで音声と字幕のテキストを作ります。次にスパボやダメプラなどのノイタに関するテキストを ID に置換します。ここは自作アプリで何とかしていました。その後にシフトを押して音声をドラッグすると PSD ツールキットがいい感じに字幕を登録してくれます。最後に対応する ID の画像をルアでテキストに埋め込んで完成。ダメプラスパボが強いってこと。この字幕作りの流れはほとんど自力で Util2 に対応できそう。唯一の課題は PSD ツールキットの部分です。対応を待ってもいいのですが、これだけのために PSD ツールキットを使うのは豪華すぎるかも。なんとか自分の力だけで字幕登録をしてみたいところ。しかしここで大きな問題点が2つあります。1つはフィルタプラグインがまだ対応していない点。もう1つは私が C++ を使いこなせない点。つまり PSD ツールキットとは別の実現方法を考えなければなりません。目標を。今回の課題をわかりやすくします。ボイスロイドの音声ファイルの下にグループ化したセリフを作る。これを自動でやりたいわけです。3つ案がありますが、2つはボツになりました。ボツになった1つ目が複数ファイルのドラッグ。音声ファイルとテキストファイルを同時にドラッグしてみます。そんなにうまくはいかないみたい。よしんばテキストが読めても、グループ化はしなさそう。ドラッグイベントにうまく仕込めば、もしかしたらいい感じになるのかもしれません。ただ、仕組みがよくわからないため、この方法はボツにします。もう一つのボツ案が、コピーペースト。グループ化した状態のオブジェクトを生成する操作で唯一役に立ちそう。
グループをコピーした時のクリップボードを再現してみましょう。エディターにコピペーストしましたが、util2 でコピーする前のテキストが出てきました。どうやら、コピペはutil2 の内部のみで実現されているみたい。だとすると、この方法もボツですね。最後に思い浮かぶのが、ファイル編集。AUP2 ファイルを桜エディタで覗いてみましょう。EXO ファイルのように読みやすい形式でした。これなら、文字列操作だけでなんとかなりそうですね。ファイル編集のメリットは、カスタマイズ性が高い操作を一括でやりやすいこと。YouTube 用の字幕も、このファイルから出力できそうですよね。デメリットは、追加のために一度 util2 を閉じる必要があること。他に方法がないため、今回は、直接加工形式で字幕登録してみます。分析。まずは AUP2 ファイルがどういう構成なのかを見てみます。多分こう。各括弧でオブジェクトを決め、たくさんパラメータを指定していますね。0のオブジェクトは、この縁取りと影がついた円です。縁取りの部分がこれで、影がこれ。調整板みたいに円を加工してますね。実質の板。次に気になるのが仕様。いろいろ試して分かった役に立ちそうな情報はこんな感じ。順番はあまり気にせず、雑に挿入しても問題なさそう。こちらは気をつけるべき点です。オブジェクト数やグループ数などはしっかり把握する必要があります。最後は util2 のみでも発生するため、グループ化しているかの判定には注意が必要。ファイルの構成は分かったため、やりたいことを並べてみます。こんな感じ。面倒な判定が複数あるため、ファイルを分析しやすいように加工します。カキカキ。BOM 付きなどのトラブルをいろいろ解決しつつ、なんとか完成。これで、util2 への字幕登録は無事に完了しました。ついでに、ID の置換処理も字幕登録に統合しておきました。残すは、ノイタ画像の表示だけです。埋め込み。処理の大枠は、PSD ツールキットでの字幕登録にそっくりです。上のテキストでセリフを登録して、下の字幕表示で画面に表示しています。Do ファイルで自作関数を呼び出せるのが便利。ID に対応する部分は、スペースで強引に位置調整してます。フォントやサイズに影響するので、あんまりいい考えとは言えないですね。制御文字で解決できそうですが、現状困ってないのでこれで。画像位置の取得は、テキストを個別オブジェクトにすることで実現。個別オブジェクトは比較的重いため、同一テキストの場合は座標を使い回しましょう。ここら辺は util1 の時とほぼ同じなため、実はほとんど使い回し。まとめということで、AVIutil2 で字幕や立ち絵を自動化してみる動画でした。やってみた感想としては、ファクトリオでロケットを打ち上げたって感じです。ファクトリオが好きな方は、ぜひやってみてください。それでは、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。